はい、皆さんこんにちは。藤本細まりです。今日は、フットワークのことについていろいろ話していきたいと思うんですが、まずその中でも、最初に基本ステップのことを説明していきたいと思います。フットワーク、すっごいいっぱいあって何から説明していいかすごく難しいんですけど、基本ステップをまずしっかりねできるようにしてほしいなっていう思いがあります。でそれをまずしっかりできるようにして、そこからいろいろねこう動き出しとか、フットワークどうやったらより速くなるかとか、どうやったら疲れないで動くかとか、そういうのをどんどん説明できればいいなと思っています。で、基本ステップなんですけど、まずはですねサイドステップ、こういう動きですね。はい、であとクロスステップ、こういう動きですね。で、2ステップ、こういう動きですね。でこれらを組み合わせるとほぼほぼフットワークになります。なのでこの一個一個の要素が下手くそだとフットワークがね下手だっていうのがすぐバレちゃいます。なのでこの基本ステップねまずしっかりできるようにしてほしいなと思います。でその中でもまずねサイドステップがすごく僕の中では重要だと思ってます。やっぱコートの中でねこう動くんであればサイドステップ、フォア前行く時とかバック前行く時、後ろに下がる時、サイドに飛ぶ時、ラウンドに飛ぶ時、もう全部サイドの延長です。2ステップもねもう基本的にはサイドステップの延長なので、サイドステップがしっかりできると、バドミントンのコートの中でねいろいろ動けるかなっていうふうに思うので、まずそこしっかりできるようにしてもらいたいなと思います。はい、じゃあサイドステップをね説明していきたいと思います。サイドステップなんですけど、動き出しからこうサイドステップにつなげていくことがね重要なんですけど、とりあえずサイドステップの動きだけを効率よく動かすためのポイントをちょっと説明していきたいと思います。まずサイドステップですね。足を単純にこういうふうに、足をこういうふうにねサイドステップさせる、本当に左右にこう動かしていくような動き方も一つです。で、それプラスですね、大事なのがですね今度股関節なんですけど、股関節自体をですねここからちょっと皆さんできますかね、ここからこういうふうに動かしていく、こういうふうに動かしていく力をですね使っていかなきゃいけないんですね。でそれをするためにまず膝が伸びてしまうとそれが全くできません。だから膝を軽く曲げます。曲げた状態で膝と膝がくっつかない、あんまりくっつくと頭がね上下してしまうので、くっつくんじゃなくて、膝と膝の間隔をキープしたまま動くことで顔が上下しないです。で顔が上下しないとじゃあ何がいいかっていうと、相手がよく見えます。動きながらでも相手を見て相手の打ち方だったりとか、その次の球とか相手が打つ時の面が見えたりとかして、その次に対しての動きがね良くなる、シャトルもよく見えるようになる、そういうところで利点があるのでね、ちょっとあと効率よく早く動けるっていうのもポイントです。だからそこをねちょっと意識していきたいなと思います。ただこうやって足を動かしていくにはある程度股関節の柔らかさが必要になってきます。でそれがね、結構難しくて、いきなりじゃあここからこうやって動かそうと思ってもねなかなか動かない人もいるので、まず少しストレッチして可動域を少し広げてあげてから、その動きができるようにしていきたいなと思うので、まずこのストレッチやってみてください。はい、じゃあ最初ですね、左足からいきます。左足ここ90度にします。はい、で、かかとを乗せます。でこの時点でね結構きついって方もいるかと思うんですけど、まずここでしっかり体を正面に向けるようにすると、この左の股関節がですね結構ギヤーって痛いんじゃないかなと思うんですけど、ここをまずしっかり伸ばします。はい、体を正面にするようにしますね。でそこから少し余裕があれば動かしていきます。よいしょ。はい、でこれをまたね逆の足もやっていきます。まず90度ですね。90度にして足首乗っけます。でこれを最初体を正面にするようにして、この股関節を少し伸ばしていく。結構これ硬い人多いと思うんですけど、ここ大事なポイントなのでしっかり、柔軟性上げてください。で少し慣れてきたら動かしていきます。はい、そうすると足のこっちの可動域が広がっていくので、
それを使ってこう動いていくというふうにしてみてください。はい、それではサイドステップの悪い例を、紹介していきたいと思います。まずですね、サイドステップ、やるときにですね、体の向きが進行方向に対して真横に向いた状態で進むべきなんですけど、これをですね、そっちの進行方向に体向けて進んじゃう人、あとはですね、かかとからこう入ってしまう人、これ結構中学生に多いですね。こういう動き、それは良くないです。で、実際フットワークの中でかかとから入る動きっていうのはあるんですけど、でも、移動するためのサイドステップっていうふうに考えるとですね、全部かかとから入ってしまうっていう動きで覚えてしまうのは良くなくて、例えばサイドに動く時とか後ろに動く時とかであれば、ね、こうつま先から動き出す、親指から蹴って親指から着地していくような、サイドステップができないとダメです。はい、であとはですね、サイドステップバドミントンやり始めた初心者とかですと、サイドステップでまずまっすぐ進めない人がね多いんですね。で、例えば線とかこういうねバドミントン体育館にねこう線がいっぱいあるので、そういう線の上をしっかりサイドステップできるような力が、大事になってくるので、ぜひできるようにしてみてください。はい、じゃあさっきサイドステップのこの動きを説明したんですけど、ね、なかなかコート上で、ね、これができないって人がいたら、ぜひね、家でもねやってほしいんですけど、こう椅子に座って、右も左も両方こういうふうに動かす、こう膝を中心に、動かしていく動かし方、ぜひやってください。で特にねこう外にやっぱ動かしていく筋肉がね普段こう使ってないとなかなかいかないんですよね。でそれをこう意識して鍛えるためにもこう可動域を広げてからしっかりこの動き、やってください。もし余裕があればこうチューブとかこうつけてですね、こっちに動かす、力をつけてもいいですし、これ両方やってください。で結構ね右は動くんだけど左が動かないって人、そういう人はね大体左側に対しての動きがね弱いから、例えばラウンドが弱いなとか、そういう風につながることも多いです。で右が弱いってなったらフォア奥が弱いとかなので、左右差がねやっぱこうあるとそれも良くないので、両方ともある程度可動域動かせるようになったら、両方ともしっかり同じように動かせるようにぜひやってほしいなと思います。